チンチャオ、東京ベジライフです。今日はサイドディッシュからおかず、デザートまでベトナム料理6品のレシピをご紹介します。まずはベトナム料理といえばのフォー、スープから手作りします。ビーフベース、チキンベースとあり、トッピングの具材も様々なフォー。今回はトッピング用に精進ミートローフから作っていきます。乾燥湯葉 20g は水で数分戻し、ざるにあげておきます。よく水切りした木綿豆腐1丁 300g をマッシャーなどで潰し、湯葉5香粉小さじ1を加えます。5香粉は市販のものでもいいですし、手作りする場合は花椒、八角、シナモン、クローブ、フェンネルシードを合わせてミルサーでひきます。配合比率は概要欄のレシピリンクに載せておきますね。コーンスターチ大さじ2、醤油麹大さじ1を加え混ぜ合わせたら、パウンドケーキ型に入れ、180度に予熱したオーブンで30分ほどきれいに焼き色がつくまで焼きます。常温か冷蔵庫で数時間置いてしっかりと固めていきます。湯葉の食感が豆腐にはない繊維質な歯ごたえを与えてくれ、満足感のあるミートローフです。フォーのスープはお水2リットルに乾燥昆布 30g と干し椎茸大1個を一晩浸水させておきます。お鍋に米油大さじ1を熱し、ニンニク2かけ、厚めにスライスした生姜、長ネギの青い部分2本分を焦げないように気をつけながら焼きます。綺麗な焼き色がついたら、昆布と椎茸の出汁を加え、ニンニクの皮、玉ねぎの皮2個分、八角2個、クローブ2個、シナモンスティック5センチ、コリアンダーシード小さじ1、フェンネルシード小さじ1/2の1を加えて、一度煮立たせてから弱火で15分煮込み、15分蓋をしたまま蒸らします。野菜を取り出して、布巾を敷いたざるでこせば完成。塩麹大さじ3を加えて味付けします。フォーの麺は水に1時間ほど浸水させ戻してから熱湯で1分ほど茹でます。茹でたての麺に熱々のスープを入れ、精進ミートローフをトッピングしたら、もやし、パクチーやミント、バジルなどお好みの香草をのせ、ライム汁を絞りかけて召し上がれ。コクと旨味がたっぷりのスープはさっぱりとしていて、米粉の麺によく合います。スープ作りは少し手間はかかりますが、たくさん作って冷凍しておけば、中華スープ全般のスープとしても使えます。週末のプロジェクトにいかがでしょうか。次はフォーと並び日本でポピュラーなベトナム料理生春巻き、チリソースも作ります。本場ベトナムではちょっと小腹が空いた時にスナック感覚で食べますが、具材は地域によってもお店によっても異なります。とても簡単にできるのでベトナム料理初心者におすすめですよ。ぬるま湯でライスペーパーを湿らし、濡らしておいたまな板の上に敷いたら、端を少し折り、好きな材料を入れていきます。今回はレタス、細いスティック状に切った人参ときゅうり、湯がいて戻した春雨、アボカドを入れました。なるべくきつく締めるようにして巻いていきます。両側を折り込んで巻き上げれば完成です。サラダ感覚で生野菜やハーブを入れるのもいいですし、少し残ったきんぴらやナムルのような和え物を入れてもいいと思います。チリソースは買うとなかなか使い切れませんが、簡単に手作りできます。濃縮甘酒大さじ1、お水大さじ2、米酢大さじ1と1/2、メープルシロップ大さじ1、塩1つまみ、豆板醤小さじ1/3を合わせるだけです。生春巻きはライスペーパーさえあればすぐにできて具材も自由、見た目にも綺麗なので、ちょっとしたおもてなしの席の前菜にもおすすめですよ。次にご紹介するのは生春巻きと同じライスペーパーを使って作る揚げ春巻き。揚げ春巻きは生春巻きと違って具材が地域によってもお店によってもそこまで違いがありません。豚のひき肉が主に使われますが、代わりに水切りした木綿豆腐 150g をマッシャーなどで潰して使っていきます。その他の材料はみじん切りにした人参、もやし、水で戻したきくらげ、長ネギ、湯がいて戻した春雨、それぞれ1/2カップほどです。塩コショウ少々を加えて混ぜ合わせます。あとは生春巻きと同様に巻いていきますが、普通の揚げ春巻きにはないアレンジとして大葉を一緒に巻いてみました。今回はベトナムの北部スタイルに巻いていますが、南部ではライスペーパーを半分に折って小ぶりのサイズに巻きます。
とは多めの油でカリッと揚げ焼きにするだけです。揚げすぎるとライスペーパーが硬くなってしまうので注意しましょう。タレはみじん切りにしたニンニク1かけ、濃縮甘酒大さじ1、お水大さじ2、醤油小さじ2、塩1つまみ、レモン汁小さじ1、輪切りにした鷹の爪1本を合わせます。レタスとパクチーと包んでタレをたっぷりつけて召し上がれ。長い揚げ春巻きを一口大に切り、お米の麺、分と香草といただく北部のスタイルはそのまま食事になります。お好みのスタイルでお試しください。次に手軽にパッと作れ、野菜もたくさん食べられるベトナムのお好み焼き、バインセオを作ります。バインセオは通常はエビと豚肉を米粉の生地で包みますが、今回はエビと食感が非常に似ているおからこんにゃくを使います。おからこんにゃくはお店ではなかなか売っていませんが、ネットで購入可能です。お家で簡単に作ることもできますので、ご興味のある方は概要欄のリンクをご覧ください。米油を熱したフライパンにおからこんにゃく 150g を手で小さくちぎり入れ、大豆のお肉ミンチタイプ 50g を加えます。さっと炒め合わせ、塩麹小さじ1と胡椒で味付けをしたら一旦取り出します。バインセオの生地は米粉 50g と大豆の粉またはひよこ豆の粉 50g を合わせ、塩少々、ターメリック小さじ3分の1、ココナッツミルクまたは豆乳 100ml、水 100ml を加えてよく混ぜ合わせます。熱したフライパンに米油を敷き、用意した生地の半分を流し入れたら、半分にもやしと炒めておいたおからこんにゃくと大豆のお肉をのせ、蓋をして弱火で蒸し焼きにしていきます。生地がこんがりと焼けたら、具材を包み込むようにして折り返して出来上がりです。たっぷりのレタスとパクチーと酢醤油や揚げ春巻きに使ったタレにつけていただきます。今回の生地は大豆の粉を半分入れて低糖質にしていますが、米粉 100% でももちろん大丈夫です。具材はきのこやニラもよく合いますよ。お好みのバインセオに仕上げてくださいね。次に少しひと手間をかけてベトナムのサンドイッチバインミーを作ります。美味しくバインミーを作るためにはいくつか要素がありますが、まずはパンに塗るパテから。通常はレバーで作りますが、今回はくるみときのこで作っていきます。無塩のローストくるみ1/2カップを焦げないように気をつけながらフライパンでから入りし、香ばしくさせます。オリーブオイル小さじ2をフライパンに熱したら、みじん切りにした玉ねぎ1/2個分、塩麹小さじ1、胡椒少々を加えてしんなりとするまで炒めます。みじん切りにしたきのこミックス1カップとタイム少々を加えてさらに炒めます。きのこはマッシュルーム、しめじ、しいたけを使いました。数種類のきのこを使うことで味がより複雑になります。きのこがしんなりとしたら赤ワイン大さじ2を加えて強火で水気を飛ばします。くるみと合わせてフードプロセッサーでペースト状にすれば出来上がり、お好みでニンニクを加えてもいいですね。クラッカーなどにのせればそのままオードブルとしても楽しめます。次にバインミーに欠かせないのが甘酸っぱいなます。大根と人参は千切りすると味が浸透するのに時間かかりますが、チーズグレーターなどでしりしりにすれば和えるだけで即席なますになります。しりしりにした大根と人参は水気をよく絞った状態で1カップほど用意します。米酢大さじ3、濃縮甘酒大さじ2、塩麹小さじ1を加えてよく混ぜ合わせます。パンはバゲットではなく柔らかいフランスパンを、切り開いた片側にパテをたっぷりと塗り、レタスとナマスをのせます。通常はハムなどのお肉が入りますが、フォーのトッピングに使った精進ミートローフをのせ、パクチーをのせれば完成です。洋風のパテにアジアのスパイスが香る精進ミートローフをフランスパンで挟むバインミーは、まさにイーストミーツウェスト。フランスの影響を受けたベトナムの食文化を体感できる一品です。最後にベトナムの伝統的なデザート、チェーを作ります。ココナッツミルクに甘く煮たお豆やお芋、果物などを合わせるチェーは、バリエーションが非常に豊か。今回はタピオカを入れて作っていきます。乾燥タピオカは沸騰したお湯で
数十分パッケージの表示に従い茹でて戻します。その他の具材はふかしたさつまいも、バナナ、キウイ、干したあんずを用意しました。ココナッツミルク1缶 400ml、アーモンドミルクまたは豆乳 150ml、濃縮甘酒大さじ2を加えてよく混ぜ合わせます。少し置いておくとフルーツとココナッツミルクの味がよくなじみます。最後にタピオカを加え、冷たいままでも温めても美味しくいただけます。素朴な味わいで日本人にもどこか懐かしさを感じさせてくれるデザートです。いかがだったでしょうか。今日はサイドディッシュからおかず、デザートまでベトナム料理6品のレシピをご紹介しました。手軽にできるものから少し手間のかかるものまで両方ありますので、今週末にでもぜひトライしてみてください。それでは See you next time!